意外すぎる、まあ本音、素顔だけど、まあちょっと浮気な態度を見せる方、キングオブカップスがねトップに来てるけど、まあ実際浮気する方かもしれない。で、真ん中には皇帝が来てる。まあ結構、まあ俺様主義っていうか、そういう方なんだけど、あなたにノスタルジーを見てるのかな。結構多くのものをあなたに投影してるよっていうメッセージが来ます。子供の頃にこの方が好きだったけど告白できなかった人とか、もうただただ憧れてた人、それがあなただよって。あなたに投影してるんだよって。おそらく今あなたをね振り回していると思うんだけど、内心はねあなたを手放したくない。あなたが独り立ちしていってしまうことを恐れてるっていうのが出てるね。この5のカップスなんか、あなたがその心変わりするとか、この方の元を去って本当の自分の居場所を探し始めるっていうメッセージが来るんだけど、やっぱりデビルなんだよね。絶対に離さない、執着するっていう。でまたこれはあなた自身もこの方のもとにとどまっちゃうっていう意味もあるんだけど、だからそもそもこの方がさ、移り気なね態度でいるっていうのは、あなたにそのようなね心理戦を仕掛けてあなたを困惑させることで、自分のもとにしっかりといとどまらせたいっていう思惑があるんだよね。でこの方自身も自分自身でね意識できてないかもしれないけど、内心ではねあなたに本当に多くのものを期待していて、自分よりあなたの方が、変な言い方だけど格が上に見てるんだよ、根本的には。であなたという長年得られなかったトロフィーっていうのを今手にしていると。で本当はそのことがね心の底から嬉しいのね。この方の童心を満足させている、ノスタルジーを、満足させている。だけれどもそういう素振りをなかなか見せないんじゃないかな。自分自身も、気づいてないかもしれない。だけどあなたの中にはねこのエースのワンズ、情熱の芽生えみたいなもの、あとこの5の山の5もねセブンのワンズが来てんだよね。なんとなくあなたの力を感じるんだよね。この方の勝手な妄想っていうのかな、あなたに投影しているイメージっていうもの、そういうものにちょっとせっつかれるような形で困惑してるよっていうメッセージが来るね。だからこの9のカップスなんかもさ、本当はあなたをねとても溺愛して幸せにしたいんだよ。それこそ箱入り娘のようにさ囲ってしまいたい。悪い言い方すればね、
息殺しっていうのかな、飼い殺しっていうのが、そういう状態でもいいから自分のもとに留めておきたいんだって。単純にあなたを困惑させることでね、あなたにその感情の起伏をつけさせることで飽きさせないっていうだけじゃなくて、もっと深いところでこの方はね、あなたにね、多くのものをね、求めていて感じているよっていうメッセージが来ます。ひょっとすれば自分のこのザ・サンで描かれているようなさ、同心を暴かれるのが怖いのかもしれないよね。とても強い劣等感を持ってて、ここを見せるのがとても怖いのかもしれない。そういう負い目があるから、本当はあなたのことをさ、愛してやまないんだけど、その愛の表現っていうのが屈折してね、ひょっとすればあなたをちょっといじめるような、いじめることで刺激を与えて困惑させて、いつでも自分のもとに自分がお二人の関係性の舵を取る、そういう形で舵を取りたいっていう形になってるのかもしれない。だからこのナイン・オブ・カップスも、屈折してるって言えば屈折してるんだよね。愛が溢れてるけれども、やっぱり一つ足りないんだよね、やっぱりね。次の点で完成なんだけれども。で、あと一つのカップはこの方はおそらく別の方に向けるんじゃないかな。あなたにあげちゃうと、あなたが、自分の元から旅立っちゃう。自分に飽きちゃう。そうだね、飽きられちゃうんじゃないかっていうような怖さがあるかもしれない。だから、それこそ、このね、絵柄見てると本当可愛いツインレイのような、同じ魂からこう分裂した、片割れみたいなさ、そんな感じもするよね。だけどこの体の位置大きいトライアングルの体でデビルだから、これは男性がね点って描かれてるけれども、結構やっぱり強い思いはくるよね。だからあなたも迷っちゃうのかな。誘惑、愛人、ナンパな男だよね。魅力的な。この方が持ってるその心の奥深いところの無邪気な心、屈託のない純粋な気持ちっていうのがちょっと入れ墨が入っちゃってるけど、ちょっとその屈折した形、エッジが立った形で表現されてるっていうのが出てるよね。このセブンのワンズがどうでしょう。あなたがこの方の魅力に負けまいと抗っている、抵抗しているとも読めるよね。やっぱりあなたもこうツインレイ的な関係性でこの方から強いその情熱の原動力、芽生えだよね、エースなんで。とてもその原始的な、初めて会ったとは思えない。で、さらに言えば本当に、懐かしく感じるような、かつ懐かしいんだけども、ただ甘いだけじゃなくて
強烈な刺激的なインスピレーションをこの方の存在から得るっていうのがメッセージがね来るね。初めて会ったと思えないそのデジャブのような感覚、まあノスタルジーだけじゃなくてさ、セピア色のそのセピア色に染まりつつも斬新な、インスピレーションこの方から得ちゃうんだよっていうメッセージが来る。で片やこっちはまあウェルカムだよね。受け入れます、招待します、とてもポジティブに捉えますということだから、この5 of Cups であなたは迷うんだよね。この方からもう離れた方がいいのかなとか、本当の私のいるべき場所ってどこなのかなって迷うんだけれども、やっぱり受け入れちゃうんじゃないかな。結構強烈な魅惑じゃない。デビル、そしてまあ愛人、もうやり手の、愛人。結構やっぱなんかちょっと透かして見えるもんね。でトップはキングのカップだし、この方やっぱだけどモテるね、多分ね。モテる方だよ。だってすごくない？皇帝、カップのキング、愛人、さらにデビル来てるからね。まああなたとすればこのナインオブカップスの中にいればまあとても満たされるけど、ただやっぱ疑問符は立つんじゃない？なんかおかしいんじゃないかって。この状態私大丈夫なのかって。ね、周りがイエスマンばっかで、なんか自分がなんか裸の王様じゃなくて裸の、女王様みたいな感じ。あれ私大丈夫なのかなっていうなんか疑問符は立つはずだよね。ただおおむねここのスペースにいられれば居心地はいいんじゃないかな。だけどこの方はやっぱりあなたの中から芽生えてくる、この方が望む愛に対する謀反の情熱だよね。それをやっぱりとても怯えている。で、その察することができる、すごく気づきやすい人だっていう、そんなのが降りてくるから、だからやっぱりあなたを困惑させるような、態度を取るんだろうね。まあだけど真ん中が皇帝だから、真ん中があなたが来てたら、なんかもうちょっと違う感じがするけど、真ん中がこの方だから相当俺色が強い方じゃない。だからまああなたがもう受け入れざる得ない、そんな感じかもしれないね。精霊の円卓、まあなんかこの全体的なスプレッド見ると、まあおそらく波乱なんだろうなって、この関係性は多分おそらく波乱なんだろうなっていう気がするけど、やっぱりねこの今世で腰を据えてこの関係性っていうのを、回していく、吟味していくっていうメッセージが来ます。そうだね。やっぱりねこの方はね、やっぱりただの浮気症の、まあ浮気症の男なんだろうけど、ただ思っているよりはとても深いあなたとの間柄である。でこの方自身もあなたにとても深いところからご自身の願望っていうのを投影している。だからなんか無邪気なんだろうな。そのお二人のその共振している愛の部分っていうのがとても無邪気なところで、なんか屈託のないところで共振してるのかもしれない。
なんかなんつうかこうファンタジーの、切り株みたいな感じがするよね。壮大なその前章、さらにその前の章からさ引っ張ってきてるストーリー、そのファンタジーはもう伐採されてしまってんだけれども、その切り株の上で、この現世のこの表面の上でさ、なんかそこからこう湧き立つ、霊気みたいなものを感じ取って、この現世でお二人はなんかこう、ご縁を育んでいくのかなっていう。この方はまあ意図的にね、反乱を起こす、まあ振り回すだよね。振り回されるっていうよりは自分が望んで振り回すんだろうね。で往々にしてあなたには泣きつくかもしれないよ。もう俺いっぱいいっぱいなんだって、俺苦しいんだ、俺悲しいんだみたいな。だけど意外にそれを望んでやってる。であなたは振り回される方だけど、だんだん肝が据わってくるかもしれない。こういう人なんだっていうことで、根性の地においてね、根性において、この方を受け入れざる得ないのかなっていうね。あなたは嫌だと思うかもしれないけど、あなたは抗う、抵抗したいって思うかもしれないけど、まあこのスプレッドだとなんかねやっぱ受け入れちゃうのかなっていう気はする。でこの方はなかなか変わんない方だと思うよ。カメレオンのようにね、いろんな姿、その表情を見せて、あなたをね、困惑させちゃうんだよね。改心したよっていう態度は見せるけど、そこでまたすぐ変わっちゃうだろうから。で変わってもまた反省してまた改心して、だんだんだからあなたが本当にお母さんみたいな立場になってっちゃうかもしれないよね、立ち位置的には。だからまあそうだな、意外すぎるこの方の、本音本性っていうのはね、あなたに、結構深いところからあなたに求めている。それは幼い頃にまだね、純粋無垢の魂だった頃に一つのね魂がその二つに分かれた、こう分け合ったような、その秘密をあなたに、求めているし、打ち明けたいと思ってるし、ひょっとして打ち明けてほしいと思ってるのかな。だけどなかなか分かんないよね。そういうね前章の話とか記憶がないわけだから。だからまあ惹かれちゃうんだよね。この業の山だけど、あなたは満たされていたっていうのが出てるよね。テンオブカップ、天の、ペンタクルが来てて、でだけど対にダールカナの月が来てるんだよね。だからちょっと大胆になってみようかなっていうところじゃない。完全にこう飛び出しちゃうっていうよりはまだ少し夢見てる。こうラッキースター輝いてて、少しこう踏み出せるのかなっていう。今あるものをこう周りに分け与えて、
羽ばたけるんじゃないかなって。周りに恩恵を与えることで、こう、上昇することできるんじゃないかなって。そんなメッセージがね、降りてきます。で、タイの山なんだけれども、このゴーニナイトのカップ、そんなあなたに接近してくる、愛の戦士。まあちょっとナンパな男だよね。あなたに、接近してくるっていうのが出てる。で、一方あなたはクイーン・オブ・ソーズになってて、まあこのなんかテン・オブ・カップ、テン・オブ・ペンタクルスっていうことで考えると、そんなに、まあ切なさとか悲しみっていうのは感じないんだけど、ただまあ、結構意を決してっていう、そういうメッセージは来るよね。失ったものを振り切ってとかさ、まあご計算の意味があるんだよね。こう旦那さんを失いで一人で立ち上がるっていうような何かこう悲壮な決意みたいなのがあるかもしれない。で、意外なその意外すぎる本音っていうのはここじゃないかな。5のソーズ。あなたにとっては本当に純粋に愛の存在、こう色恋以外の打算がない存在だったはずなんだけれども、実際にはこの方はその三段持ってるよと。あなたと絡むことによって不戦勝、漁夫の利で利益を得ることができる方だよ。職場とかだったら要注意かもしれないね。あなたの賛同者を装って、あなたは一歩踏み出そうとしてるでしょ。ひょっとすれば危険な博打になるかもしれないね。それはあなたも分かってるかもしれないけど、この方もそれを知りながらあなたの賛同者を装ってあなたがこう立ち上がることでこの方は実は、得るべきものがあるよと。真ん中が3が来てるからこの方との関係性っていうのがねとても純粋なものなんだっていう、メッセージが降りてきます。だからこの3の状態からするとやっぱこの5のソーズがあなたにとっては結構、ショックなものになるんじゃないかな。騒動を持ってるから結構苛立たしいことかもしれない。そういうことだったのっていうような。で、天のね、ペンタクルが4つに減っちゃうんだけど、ただ自分のね、取り分はしっかり抑えることができるっていうのは出てる。4のペンタクルなんで。この真ん中のラインっていうのはね、悪くはないんだよね。だからあなたが求めたものっていうのは、本当に無邪気に結実する。本当に純粋なものとして楽しむことができるよ。だからちょっと無防備だよっていう。ビジネスシーンの話だったら結構、逆に結構危ない状態かもしれないね。ちょっと無防備な状態。で、トップが4オブワンズだから、休憩地点みたいな感じかもしれないね。カムアンゴーで。それなりに楽しめる。けど、ここにずっといるわけではない。あなたが余裕があるかもしれないな。この、意外すぎる本音なんだけども、対処できるレベルかもしれない。ただ、この3の状態なわけじゃない。本当に純粋に楽しめる状況だから、そこからすると結構ショックかもしれないね。善意だよね。
交易の精神、手を差し伸べる。だからこれ天のペンタクルと天のカップにかかってて、やっぱあなた的には本当になんかこのナイトのカップの方に、本当なんか純粋に、なんか手を差し伸べる。打算なくこの方になんか惹かれて、もしくはその、共感できてね、なんか助けてあげるのかもしれないよね。で、この方の存在があなたを、こう少し大胆になる。ちょっと一歩踏み出していこうっていう、そんなあなたの持ってる機運と、こうマッチングしたのかもしれないね。とても良い数だと思う。だけども一方こっちが異教徒を吊るし上げて浄化するだよね。許し、謝罪、こう否定するだけじゃないんだよね。こう吊るすことでその浄化する、正すっていう力だよね。だから結構これがやっぱりあなたにとって苦痛なのかもしれないね。この方が持ってた本当純粋にあなたのことをね愛して現れた人だと思ってたんだけど、実はあなたのもとにこう来ることでね、あなたを担ぐことで別の目的があったっていうことに結構ショックなのかもしれない。だからクイーンの騒動なのかもしれない。許せねえって感じで、なんかあなたがこう吊るし上げるっていう感じはしないからね。この3、さらには4オブワンズだから。あなたもこの方との関係性で、随分その、こう、魂がね、浄化されるよって。流れてくよって。一つのこう、良きベクトルみたいなものは、見える。逆になんかこの方のその裏切りが結構ショックなのかもしれない。純粋に。あなたちゃんとさ、自分の取り分っていうのはしっかりね、こう持ってて、社会人としてはね、おののくほどの裏切りではないかもしれないけど、この自分が、この恋は本物じゃないかって思ってた、これは本当の恋じゃないかって思ってたような、その純粋なモードからするとね、そこがやっぱり結構意外で、この人も結局そういう人なのみたいな。ああ、そうだよねって。もしくは私が夢見てただけだよねみたいな。そんな感じじゃないかな。だからあらあらあらと異教徒としてこう吊るし上がっちゃうって。このナイトのカップさん。だけどね、一つのこう夢っていうか、ロマンスっていうのは、見せてくれる人なんじゃないかな。本人はもうなんかもう吊るされちゃってるわけだけど、吊るされてくくられちゃってるわけだけど、槍も刺さっちゃってるし、ぼかしがかかってるかもしれないけど。ちょっとやっぱり要注意だね。ウガジンさん、ウガジン様が来た。これはね、やっぱり気をつけなさい。だね。ただ遊び心がありますよ。気をつけられるでしょって。そういうことだよって。一時そのね、こうアバンチュール楽しんだって。だけどそれはやっぱり一季節、過ぎ去っていく季節なんだよって。
べーってしてんじゃん。気づいてましたかって。この方の裏切りを気づいてましたかって。気づいてたよって。うん、そうだな。まあ、もしくはね、その辛辣な読み方すれば、あなたが手助けすることによって、この方が逆に吊るし上がっちゃう。で、そのことで、そのあなたソードの女王、だからとても、まあ、こう、心を痛める。ただ、立ち位置的には、もうそのしっかりしてなきゃいけない。その、動揺することもできないって、そんな、まあ、ネガティブな読み方すればそうとも読めるかもしれないね。あなたがせっかくその善良な気持ちでね、良かれと思ってやったことがこう後手後手に回ってこの方が吊るし上がると。これは嫌でしょ。かなり。そういう読み方もできるかもしれない。なぜそういう読み方しなかったかって言ったら、その真ん中がすごく心地よかったから。うん。一つのなんかアバンチュール、一季節なんかとてもいい思い出みたいな。うん。だから今現在の感触じゃないんだよね。ちょっとなんか、昔にゲットバックするような。だけどずっとそこにいられないよって、宇賀神様はおっしゃってます。これはね、結構危ないスプレッドかもしれないね。大きいトライアングルのトップにカップの3が来てるでしょう。まあ単純に言えばまあ三角関係とか、もしくは複雑恋愛とか、それを、その関係性をキープしたいっていうメッセージがね、すごく来るのね。多分いい関係性なんじゃない。まあこれはまあ恋愛、もしくはその職場とかでもあり得るよね。今のそのちょっと三者三つどもえのその関係性みたいなものがバランスが取れてるから、ちょうど良いバランスになってるからそれを保ちたいっていう意識。だけど、あなたがその意識にとらわれてるうちに抜け駆けする人いるよって。このシックス・オブ・ソーズで。この三者がいる場所からスーッと抜け出そうとしてるよって。このパワーバランスからね。で、この5の山の体に5のソーズが来てるんだけど、ちょっと卑屈な、形で、まあ戦利品を奪うよって。まあ奪われるのはおそらくあなたじゃないのかなと。クイーン・オブ・ソーズ。だから例えばね、まあ、三角関係ってことで言えば、その三角関係を大切にしたいがゆえに、まあ、気を使っていると、
抜け駆けみたいな形でこの幸せを取られちゃう。あなただけがこうないがしろにって感じで、いつから進んでたのその関係みたいな感じで、二人がこう成就するような、あなたが成就するとも呼べるんだけど、ただねこのハーミットが気をつけろって言ってんのよ、このシックス・オブ・ソーズの動きをちゃんと見てないとダメだぞって。このフォー・オブ・ワンズにしてもシックス・オブ・ペンタクルスにしてもとても快活なんだよね。とても良い心持ちでこのスリー・オブ・カップス、このパワーバランスを保ちたいと思ってる。だけどもこう影で動くよっていうのがね出てる。このテンオブカップがあなただったらいいんだけどね、なんとなくねそんな感じがしないんだよな。だからこのハンギングマンがちょっとくせ者かもしれないね。だから意外すぎる本音っていうのは寝耳に水みたいな感じで、これ私たちでより良いこのパワーバランスを保っていくはずでしょ、そういう手はずだったよねみたいな、そんな感じでいきなりそのね関係性を崩されてしまうよっていうのが出てる。だから、自分がねこの天皇カップのさ立場だったらいいんだけど、三角関係でその2人がこの天オブカップで自分だけないがしろになったらかなりショックだよね。だからねこのハンギングマンがひょっとしたらあなたかもしれないよね。あなたがこう吊るし上がっちゃうような状態。そうとも読めるね。なんか似たようなカードがもうなんか似たような構図で、やっぱりなんか3のカップにとらわれちゃってんだよね。こっちは行動とかさ平等性とか何かを与えたいっていう気持ちだよね。リンゴを持ってるけども、こっちは信仰、祈り、もう願ってんだよね。この今の状態続けって。だからあなたにとってなんかとても大切な関係なんだろうね。なんかそう本心はどうかわからないよ。ただこう建前でやっぱりどうしても、この関係性を大切にしなきゃいけないっていうさ、そう心苦しいような。だからなんか本当浮ついた感じ、上ずったような形でこう意識がここに集中してしまう。だけどハーミットは違うよね。このシックス・オブ・ソーズもうちょっと動き出してるよって、水面下であなた知らないところでスーッと動いてるよって。なんかこのハンギングマンがやっぱあなたに見えてきたな。何をその我慢してんだいみたいな。ひょっとしたら気づいてるんじゃないのって。ね、この人たちの意外すぎる本音。いやいや、そんなに意外じゃないんじゃないって。なんとなく察知してたんじゃないのって。だけどこの事実に向き合うのが怖いから、なんかこうなんていうの、上っ面だけの良い関係みたいなもの、どうか続いてみたいな感じで
一つのこう信仰心というか、うん、これはだけど切ない構図だよね。これでね、二人がなんか天オブカップになっちゃったら、あなた本当に寂しいよね。なんかおつぼねさんみたいな人が一人いてさ、で、その下で本当はあなたともう一人心を通わせる人がいると。だけどもなかなかそのおつぼねさんの手前ね、動くことができないと。まあ、ハミットはだから早く動けと言ってるって。で、ちゃんとその行動に移せば、この方の顔色を伺わずにね、移せばこの10オブカップになれるんだよって。そう読めば、ハッピーエンドに持っていけれるけどね。そう思いたいね。ただまあ意識としてはやっぱりね、とても気を使ってるよ、この関係性に。このずっとこのね、微妙なバランス、三角バランス、まあ緊張感があるでしょう。なんかこれを保ちたいっていう気持ちがね、こうぐーっとくるね。土神様、これはやっぱり意識を下に落とせかな。へそ下三寸丹田まで。ちょっと気持ちが上ずっちゃってるよって。まあハーミットにもつながってくるよね。自分の足元見ろと。まあそのなんていうの、こう霊界を意識する、こうなんていうの、こう信心深さとかさ、こうなんか、まあ、ハイヤーな世界というよりは今はグラウディングの時だよっていうメッセージが来る。自分の中の愛をしっかりこの地球の重力に任せて落とし込んでいきなさいって、しっかりとこう結実させること。なんかもしこう気にしなきゃいけない体裁とかがあるんだったら、もう気にしなくていいよっていうことだね。そんなに気使う必要ないよって。2枚ともだってこう気使ってるからね、こんなに重ね重ね、気を使う必要はない。だからこの6オブソーズがさ、あなただったら本当まさにハーミットは言ってるよ。もう今動けって。自分の望む土地に行きなさいって。でないとね、あなたが置いてきぼり食っちゃうよ。あなたが置いてきぼり食ってごけさんになっちゃうから。このソードのソーズで、クイーンのソーズで。あなたが悲しい思いしちゃうんだよ。動かなくていいのかいって言ってるよ。こっちはさ、祈りだけど、この、おつぼねさんに祈ってもね、あなた幸せになれない。やっぱ確かなものとしてあなたの気持ちを具現化しなさい。そういうメッセージが来るね。そうすればこの10オブカップ、まああなたがものにするんじゃないかな。いいですね。